はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆうすけです。今回は視聴者が日本語の質問をしてきたので、その質問について答えたいと思います。それは、こそとやっぱり、この使い方について教えてほしいっていうことでした。このこそとやっぱりってめっちゃ難しいんですよ。複数の使い方がある。でも、マジでめっちゃ使う。毎日使うので、ぜひみんなにマスターしてほしいと思います。はい。まず、こそ。こそなんですけど、こそは、あの強調、強調する感じですね。はい、いきますよ。例えば、まさにそれだって言いたいときに使えます。これこそ私がずっと探していた本です。みたいな感じ。それこそ私が言いたいことです。That's precisely what I mean とか That's exactly what I want to tell みたいな exactly とか precisely こんな感じの訳になるかなと思います。そう。なんかね、これ使えたらいいよね。気持ちが文章に乗るので、これこそ欲しいんだよね、みたいな感じ。で、次の用法は、決意です、決意。強い意志があるときですね。例えば、今日勉強できなかった。明日こそ勉強する。みたいな感じとか。JLPT 受からなかった。来年こそ合格する。とか。こういう決意、感情の強さを表現したいときに使えます。はい。これも便利。めっちゃ便利。で、次が、理由を強調するとき。理由。で、理由を言うとき皆さん何使いますか？からとか言いますよね。だからとか。だからこそとか言ったりできるんですよ。理由を強調したいとき。いきますよ。例えば例文だったら、君を信頼しているからこそ本当のことを言ってほしいって感じ。信頼しているから、特に信頼しているから本当のことを言ってほしいって感じですね。で、他にも、お前の親友だからこそ分かることがあるとか、こんな感じ。理由を強調してますよね。親友っていう理由を強調してるんですよ。はい。普通のからよりもその理由が特に大事だよっていう時に使えます。はい。で、次が後悔とか反省の時にも使えます。それを強調したい時。例えば、あの時こそもっと勉強しておくべきだったな。そう、めっちゃ後悔してますね、これ。若い時こそもっとしたいことをするべきだったとか、あの時がチャンスだったのにっていうそのタイミングの重要さを後から強調しているような言い方になります。だから単純にその例えばこれは本物のラーメンだっていうよりも、これこそ本物のラーメンだっていう和よりもこその方がそのテンションが上がって感情とセットで使うんですね。感情が気持ちが乗るので。だからこのこそをマスターしてほしいと思います。めっちゃナチュラルに聞こえると思います。This is a quick head. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lessons to real speaking practice. We create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. で、次はやっぱり。やっぱりもね、やっぱり使います。はい。はい、いきますよ。まず、やっぱりっていうのは、予想が当たった時とかによく使います。英語だと、as expected とか、I knew it の時に使えます。はい。で、例えば天気が、雨が降ると思うじゃないですか。なんか、暗いなとか、曇りだな。で、雨が降ってきたら、やっぱりね、雨が降ると思ってた。みたいな感じ。あとは、もうめちゃくちゃ友達が遅刻する人がいるとするじゃないですか。そしたら、あれ来ないな、まだ来ないのかな。
まあでも、やっぱり遅刻するよな、あいつは。みたいな感じで使ったりできます。そう。こんな感じ。すごい便利ですね。で、次は、迷ったけど、結局、元の結論に戻るときに使えます。いや、どういうことやねんって感じなんですけど。例えば、お店で、じゃあ、洋服を買うときに、どうですか？優柔不断な人いませんか？優柔不断。ものを選べない人。で、いろいろ、これもいいな、これもいいなと思ったけど、やっぱりこれにする。いろいろ見たけど、最終的にはこれを買うっていう時に言います。いろいろ迷ったけど、結局、結論に戻る時とか。あと他にも、例えば、日本に留学するかめっちゃ迷ってる人。でも、留学に行くことを決めた人。そういう人は、やっぱり留学に行くことにしたって感じ。いろいろ迷ったけど、結論、行くっていう選択肢を取ったって時とか。他の選択肢を考えてたんですけど、でも元の気持ちが強くて、意見が戻ったりするとき、こういうときにやっぱり使えます。はい。あとは、自分の意見を柔らかく言うときにも使えます。これは難しい。例えば、日本語って難しいですよねって私よく言うんですよ。その生徒に。そういう、例えば、本を数えるときは何ですか？ 1 冊、2冊です。難しい。やっぱり日本語って難しいですよね。こんな感じで使えます。やっぱり日本語って難しいですね。どういうことかっていうと、やっぱりを使うことによってちょっと柔らかくなるんですね。その文章の感じが。絶対そうじゃないけど、自分の感覚としてはそう思うんだよね。くらいの柔らかい感じ。これめちゃくちゃ日本人のニュアンスです。ごめんなさい。あんまりうまく伝えれないと思うんですけど。他の、例文だと、こういう勉強法がやっぱり続きやすいですよねとか、わかります、その意見。やっぱりそうですよねとか、こんな感じで使ったりできます。わかりますか？ちょっと難しいんですけど。はい。で、次は、相手への同感とか共感、相手に共感するときによく使います。例えば、友達が、このアニメめっちゃいいわって言ったら、やっぱりいいよねみたいな感じ、わかりますか？とか、〇〇モテそうだよねって話してるときに、片方の人が、やっぱりね、あいつはモテるよみたいな感じで、共感したりするとき、そう。あとはでも、結局、その最初の I knew it のニュアンスは入ってます。はい。で、次。これはもう、ちょっと話はそれるんですけど、やはりとの違いですね。やはりっていう言葉もあるんですよ。で、やはりとやっぱりの違いなんですけど、やはりはフォーマルです。で、やっぱりは話し言葉とか、日常会話とか、こういう YouTube とか、そういうのにぴったりです。だから、例えばアカデミックなもの、研究の結果、これはやはり重要な要因である。ちょっと難しいけど、こういう時にやはりとか使えます。はい。どうでしたか？今回の動画は。もうすごくいい質問だなと思って、だから動画にしたんですけど。はい。こんな感じで日本語に日本語に質問があるっておかしいんですけど、わからない日本語がある人は、ぜひ、コメント欄に書いてくれたり、メッセージ送ってくれたら、全然答えます。はい。今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね！